こんにちは、総裁カウンセラーの OK です。前回は離檀料っていうものについてお話ししました。お盆前の墓じまいのシリーズで3回お送りしているうちの2回目なんですけれども、今日はどうしてお寺さんと私たちがこんなに話しづらくなってしまったのかなっていうことについて、ちょっと時代を30年、40年ぐらい振り返ってお話ししてみたいと思っています。今日お話しするのは、交渉前に、お寺さんとお話ししに行く前に、お寺と檀家である私たちの関係を大掴みしてみようということで、本来はお寺さんは私たちのことをどんな風に思っていらっしゃるのかっていうことですね。そんなお寺さんばっかりじゃないかもしれないけど、本来論ですね。そして、私たちとお寺さんとの距離が開いた社会背景の変化についてお話しします。で、結局気づいてみたらお寺との距離は開いていたんだけれども、じゃあどうすればいいのかっていうところで、特に気をつけていただきたいこと、経営規模がそんなに大きくないお寺の場合の注意点について3番目にお話しして終わろうと思います。ではまずですね、お寺さんが私たちのことをどんな風に思っているのかっていうことなんですけれど、そもそもご葬儀の時に戒名をいただくっていうのはどういう関係なのかっていうことなんですね。戒名っていうのは仏弟子、お釈迦様の教えに従って仏教の弟子になるためのお名前をいただくっていうことです。つまり、ご住職を師匠として私たちは仏の世界に弟子入りするっていうことになるんですよね。師弟関係なんです。だから、お檀家さんっていうのは、お寺さんからとってみると、弟子になる人たち。大体の人は亡くなってからなるわけですけども、出家をしないとなれないのでね、家族との関係を断ち切って山ごもりとかしないとなれないので、普通の人はそういうことは生きてるうちにはしづらいから、肉体がなくなってから、御霊だけ仏弟子になりましょうっていうことなんですけどね。そういうことなので、家族よりも濃密な関係ぐらいに思ってるわけですよ。だってもともと出家をして家族との縁を断ち切った後、弟子入りする先なので、亡くなった後は家族より私との方が親しくなるっていうことです。だから結局そのね、お布施を高いの安いのっていつも考えますけど、何のためにお寺さんにお布施してるかって言えば、うちの亡くなったお父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんが亡くなった後もずっとそのお墓に入ってからね、そのご住職を師匠として修行を積んでることにはなってるんですよ。あの世でね。前回もお話しした通り、浄土真宗はちょっと違うんですけれども、そういうね、ありがたい仏様の教えを、聞いている。で、私たちもそれに、おこぼれを預かるようにして、時々法事の時とかにお話を拝聴できる。その関係へのお礼としてお布施を払っているということだと思います。ですから、朝に晩にね、お勤めをしてくださっているんですよ。お寺さんでは。そんなこと言ってもね、うちの住職はそんなに早朝に毎朝やってるはずがない。だって夜な夜な銀座で飲んでいらっしゃるんですものっていう方もいらっしゃると思いますよ。でも、そういうお寺さんは本当に数えるほどでごくごく一部なんです。で、悪事千里を走ると言いますけれども、そういうお寺さんの話が面白いので、割合広まりやすいですよね。よく私はサウナとかに行くんですけれども、銭湯なんかに行くと、お寺さんの噂って結構飛び交ってるんですよ。で、お寺さんの良くない噂っていうのは、そうなのそうなのってみんな聞き耳立てるので、その一人聞いた人がまた10人に言ったりしていってね、どんどん広まっていってしまうんですけど、いいお寺さんのエピソードっていうのは逆に当たり前なので、よくしてくれて当たり前だから、うちのお寺さんすごい丁寧に朝晩読経してくださってるのよ、なんていうことは、噂として広まらないわけなんですよね。当たり前だから。というわけなので、本当にね、私はたくさんのお寺様と、お付き合いしてますけど、割合にしたら 0. 何%でしょうね。本当一部ですよ。1% あるかないかぐらいだと思います。朝晩にちゃんとお勤めしてくださってないようなお寺さん。1% ぐらいかな。はい。と思います。で、それはそれで置いとくとして、で、そのね、
お寺さんと私たちの間の、そういう教えを全然聞いてないわけですよね。戒名ってどういう意味があるのとかも私たちあんまり知らないじゃないですか。どうしてそんなに距離が開いちゃったかっていうと2番目の話題になってくるわけなんです。経済成長をね、する前は、何かしらにつけて悩み事があるとみんなお寺さんに聞きに行ってたと思うんです。大体ね、その町や村の人たちはみんな同じお寺に所属してましたからね、昔は。だったら、あの人も聞きに行ってるし、この人もこの間こうやって相談したみたいだからってみんな気軽に相談に行ってたんだと思うんですよね。で、こうであればお寺さんにどれぐらいお包みしたかもみんなの間で共通認識があるから、そんなに敷居高くて聞けないとかっていうこともありえなかったはずなんです。ところが、会社にみんなが所属するようになったわけですよね。自営業っていう人の割合がものすごい減っているんです。3、40年前だったら、半数近くが自営業だったと思うんですよ。農業とか漁業とか、あとお店をやっているとかね。で、最近また起業っていうのが増えてきてるから、自営業の割合は増えてはいるけど、でも会社組織に、家族経営であっても会社組織にする人もいたり、誰かを雇用してやっていたりっていうことがあるので、家族全員が一つの、何かをやっている自営業っていうようなお家は本当に少なくなりましたね。こちらのグラフ見ていただいても、2000年ぐらいから後ですらこんなに減ってるんですよね。ですから、自営業が中心だった時っていうのは、ある程度のお金の蓄えも自由にできたと思うんです。特別すごくいっぱい収穫があった年とかね、売り上げがものすごいあった時に金庫に貯めておけば、お寺さんとの付き合いがあった時にまとめて払えるっていうことはあったと思いますけど、サラリーマン家庭だとなかなかそうはいかないですよね。ですので、やっぱりお寺に法事の時お包みするっていうのでも結構勇気のいる金額になってきてしまったっていうことがあります。それともう一つは、もう一つのグラフを見ていただきたいんですけれども、ちょうどその高度経済成長の中頃、終わり頃ですかね、1970年代の半ばで自宅で亡くなる人の数よりも病院で亡くなる人の数の方が多くなってるんです。というわけで、病院で人が亡くなるとどうなるかってことを考えてみればわかると思うんですね。今はもう9割の人が病院で亡くなってるんですけど、亡くなったらすぐ霊安室に行くんですね、病院の中の。でそうするとそこにはもう葬儀屋さんが営業で出張していらしてて、でもう葬儀出すところはお決めになられてますかって必ず聞かれます。でうちでもできますよって言って見積もりをその場で取ってくださったりしちゃうんですよね。ということは、もうお墓がお寺にあっても自分の和尚さんよりも葬儀屋さんの方が先なんですね。で、後からお宅の宗派はどちらですかとか、付き合いのあるお寺ありますかって聞かれて、で、その時点でやっと実家に電話してね、何宗だっけとか聞いたりっていう状態になっちゃってるから、そうするともうね、なんかお寺さんとの距離はどん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 離れていく一方になっていて、お寺さんの側は何も変わったつもりはないんでしょうけれども、いつの間にか敷居が高いと言われていたっていう状況なんですよ。で、しかも3番目の話題に行くんですけれども、ある程度大きなお寺さん、ね、本山クラスでなくても、例えば修行僧が4、5人いらっしゃるようなお寺であれば、事務の方を雇っていらっしゃるんですよね。だから、ちょっとしたことやお金のことでも聞きやすかったりします。皆さんはどれぐらいお包みしてますかとかね、聞いても教えてくれないにしても、目安ぐらいはね、このぐらいじゃないですかとかって教えてくださったり、上手な言い方の方だとね、乗ってらっしゃるお車代ぐらいでよろしいんじゃないでしょうかとかね、いろいろなことに例えて教えてくださったりしますので、ただ、大半のお寺、もう8割、9割のお寺っていうのは家族経営規模なんですよね。だから誰かにそういうちょっと和尚さんに聞きづらいことを聞いてみようって思っても結局ご家族なので聞きづらいのは一緒なんですよね。でその小さい規模の家族経営規模のお寺さんにお墓があるっていう場合が一番厄介で、もう聞きづらいもんだから、お墓をしまうことを決めていてもなかなか言い出せずに、もうしっかり決めちゃってからにしようってなりがちなんです。そうなると、家族経営規模っていうことはですよ、経営を考えているのもご住職っていうことなんです。大きなお寺だったら、そこに勤めてらっしゃるお坊さんの5人のうち4人はお勤めしているだけだったりするので、お給料もらって
で、いずれはご自分のお寺、実家のお寺に帰る方だったりするんですよね。で、ご住職はなかなかその表に出てこなかったりするので、そんなにそのお金の話をされたとしても、ご自身は給料制なので、あまり関係ない、経営者ではないので、そういう感じなんですけど、もう本当に家族経営規模のお寺さんの場合は、もうダイレクトに、その、一人のお墓がしまわれるっていうことで、年間に入ってくるお金とか、10年間に入ってくるお金っていうのがダイレクトにもう響いてくることになってしまうので、あんまりお金勘定っていうのはね、得意なお坊さんは少ないんですけど、それでもやっぱり減るのは嫌だなっていう気持ちはあるんだと思います。でそうなると、余計その切り出した時の反応が、びっくりされていたりとか、どうしてもダメなんですかとかね、そういう感じになってしまったりで、うまくスムーズに進まなくって、こじれてしまったりっていうことになりがちです。ですから、小さなお寺だなって思えば思うこそ、もうちょっと、ざっくばらんにというか、何でもない時にお話を始めていただけたらと思うんですね。お寺にはね、いつでもアポイントメント取ればお話聞いてくださると思うので、まだ決めたわけじゃないんですよっていう時からちゃんと言っていっていただければいいと思うんです。でそんなわけで、経営が厳しいお寺とうまく付き合っていく方法、お話をしにね、アポを取って、ちょっと菓子折りでも持ってご本尊様にお供えしてくださいっていうことで、お菓子でも持って、日頃の悩みとかも含めてね、いろいろ相談してみたらいいと思うんですけど、このお盆でもいいですし、秋のお彼岸でお参りに行く時でもいいと思います。で、コロナでちょっと直接親戚同士集まったりっていうのを避けているっていう場合は、もうお電話でもいいと思うんですね。で、ちょっとご相談事があるので、お電話をゆっくりできる時間ありますかっていうことで、改めて、今じゃなくて改めてお電話しますっていうことにすれば、その決まった時間にお話を聞いていただくんだったら、長い時間ゆっくりできると思いますのでね。そのような感じで、お寺とのコンタクトを小さなお寺さんであればあるほど密にしていただきたいっていうお話でした。で、明日は市民の本音とお寺さん側の本音で、こういうところで市民の方はザラッと来るっていうこともお伝えしていくし、お寺さんの側が実はこんな風なことを考えているんじゃないかっていうこともお話ししていきたいと思います。それでは第3回もお楽しみに。